ここに1枚の写真がある。煙突から黒煙を吐きながら全速で海面を切り裂く巨大な軍艦。飛行甲板が3段に分かれた異様な姿をしている。この白黒写真に AI で色を与えてみる。白黒の写真はどこか遠い時代の記録に見える。だがカラーにした瞬間、一気に現実味が増す。灰色の船体、黒煙の向こうに広がる海、波を蹴立てて進む巨体。この軍艦は本当にこの姿で海を走っていた。空母赤城、日本海軍が保有した最大級の航空母艦であり、日本空母の中で最も高い人気を誇る艦だ。真珠湾攻撃では6隻の空母からなる機動部隊の旗艦としてこの艦が選ばれた。この飛行甲板から淵田光雄率いる攻撃隊が飛び立ち、アメリカ太平洋艦隊を壊滅させた。その後もインド洋を席巻し、半年間にわたって無敵の快進撃を続けた。だが赤城はもともと空母として設計された船ではない。巡洋戦艦として寄港され、条約によって空母に姿を変えた。三段飛行甲板という世界でも類を見ない奇妙な姿で就役し、後に全通甲板の近代空母に生まれ変わった。日本の空母技術そのものがこの一隻の中で試行錯誤を重ねながら進化していった。その栄光はわずか半年で終わる。ミッドウェー沖で敵の急行火爆撃機に捕まり、炎に包まれた赤城は最後は味方の魚雷によって太平洋の海底に沈められた。今日は空母赤城の貴重な写真をカラー化しながら、この艦の誕生から最後までをたどってみよう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの覆面方法では、従来のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これは従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。サイトには当チャンネルで使用したカラー写真の閲覧と保存ができるのと、動画では紹介しきれなかった未公開写真も公開している。浸水直後の赤城の船体、呉海軍工廠のクレーンに囲まれた巨大な鉄の塊。この船は空母になるために作られたわけではなかった。この写真に AI で色を入れてみる。大正9年1920年12月6日、赤城は88艦隊計画のもと、天城型巡洋戦艦の2番艦として呉海軍工廠で寄港された。88艦隊計画とは、戦艦8隻、巡洋戦艦8隻を揃えるという日本海軍の壮大な検艦プログラムだった。天城型は41センチ連装砲5機呪文を搭載し、速力30ノットを発揮する。完成すれば世界最強の巡洋戦艦になるはずだった。だが大正11年、世界の流れが変わる。ワシントン海軍軍縮条約が締結されたのだ。主力艦の保有量が制限され、天城型4隻は全て廃棄を命じられた。日本中の造船所で建造途中の戦艦や巡洋戦艦が次々と解体されていった。88艦隊の夢は潰れた。しかし条約には一つだけ抜け道があった。未完成の主力艦2隻に限り、排水量33,000トン以内の航空母艦に改造できるという規定だ。日本海軍は天城と赤城の2隻を空母に転用することを決めた。ところが大正12年9月1日、関東大震災が起きる。横須賀工廠の先代にあった天城は震災で船体が大きくずれ落ち、修復不能になった。急遽廃棄予定だった戦艦加賀が天城の代わりに空母への改造対象に選ばれた。こうして赤城と加賀は巡洋戦艦と戦艦から生まれた異色の空母コンビとなった。本来なら存在しなかったはずの2隻が後に日本海軍の運命を左右する存在になる。巡洋戦艦のために鋳造された頑丈な船体が空母赤城の骨格となった。冒頭と同じ写真、心臓行使中の赤城、煙突から黒煙を吐きながら全速で海面を切り裂く。環境前の20センティメートル連装砲はまだ搭載されていない。昭和2年1927年3月25日、赤城は竣工した。その姿を見た者は誰もが驚いたに違いない。飛行甲板が上中下の3段に分かれていたのだ。当時日本海軍には大型空母を設計した経験がほとんどなかった。まだ竣工して間もない小型空母の砲掌があるだけだった。参考にしたのはイギリス海軍のフューリアスだ。巡洋戦艦から改造されたフューリアスは前部には機関用、後部に着艦用の2段式甲板を持っていた。
赤城と加賀は船体が大きい分余裕があったため、これをさらに発展させて3段式にした。最上段が発着艦を行う主甲板、全長190メートル。中段には20センチメートル連装砲2機と艦橋があり、飛行甲板としては使われなかった。下段は各ヌーコから直接つながっており、小型機の発艦に使用された。全長55メートル。理論上は上段で着艦作業をしている間に下段から戦闘機を発進させることができる夢のある設計だった。だが現実は甘くなかった。航空機は年々大型化し、離陸に必要な滑走距離が伸びていった。55メートルの下段甲板ではもはや新型機の発艦が困難になっていた。結局下段甲板はほとんど使われないまま終わることになる。さらに3段式の各ヌーコは搭載機を出し入れする際に手間がかかった。昇降機で下層から中層に一旦下ろし、積み直してからようやく飛行甲板に上げる。実戦での即応性に難があった。赤城の3段甲板は空母というものがまだ誰にもわからなかった時代の壮大な試行錯誤の産物だった。上空から撮影された2隻の軍艦。上が空母赤城、下が戦艦長門。グレの軍港に並ぶこの2隻は日本海軍の顔だった。80年前の色を AI で蘇らせてみる。赤城はまだ3段甲板の時代だ。3つに分かれた飛行甲板と巨大な艦隊が上空からよくわかる。長門の第一煙突が曲がっているのも確認できる。この2隻はワシントン軍縮条約という同じ運命に翻弄された艦だった。88艦隊計画で建造中だった多くの戦艦や巡洋戦艦が条約によって廃棄を命じられた。長門方だけが完成済みの戦艦として生き残ることを許された。世界最大の41センチ砲を持つ長門は条約下の日本海軍にとって最後の切り札だった。赤城と加賀は廃棄されるはずだった巡洋戦艦と戦艦を空母に転用したものだ。この写真の時点ではまだ空母は補助艦艇に過ぎなかった。海戦の主力は戦艦であり、空母はあくまで艦隊の目として索敵を担う存在だった。だがやがてこの上に浮かぶ赤城こそが海戦の主役になる。戦艦の時代は終わり、空母の時代が来ることをこの写真はまだ知らない。長門は連合艦隊旗艦として、赤城は機動部隊旗艦として、それぞれ日本海軍の象徴的存在となっていく。やがて赤城はミッドウェーで、長門はビキニ干渉の核実験で、それぞれ太平洋の海底に沈むことになる。だがこの写真が撮られた頃、2隻はまだ穏やかにグレの軍港に並んでいた。1929年に撮影された赤城を艦首上方から捉えた写真。飛行甲板の先に20センチ連装砲塔2機がはっきりと見える。この1枚に AI で色を入れてみる。空母に大口径砲を乗せる。今の感覚では奇妙に思えるが、当時は当然の設計だった。まだ航空機だけで敵艦隊を撃破できるとは誰も確信していなかった。空母が敵の巡洋艦や駆逐艦に遭遇した時、砲がなければ一方的にやられてしまう。いざという時は砲撃戦もできなければ困る。そういう時代だった。赤には20センチ連装砲2機4門に加え、20センチ単装砲6門、合計10門の20センティメートル砲を搭載していた。これは重巡洋艦にも匹敵する火力だ。砲塔は艦首に集中配置され、前方への射界が確保されていた。さらに飛行甲板の下には45口径12センティメートル連装広角砲6機12門。対空火力も当時としては充実していた。ただし赤城の広角砲は旧式の12センティメートル砲で、他の新造艦が装備していた 12.7 センティメートル砲ではなかった。予算不足が原因だったとされる。20センティメートル砲は巡洋戦艦時代の名残でもあった。赤城の船体には巡洋戦艦として設計された砲塔の基礎構造がそのまま残っており、空母に改装された後もこの構造を生かして砲を搭載した。空母と巡洋戦艦の両方の顔を持つ過渡期の設計だった。だが航空戦の進歩とともに砲撃戦の出番はなくなっていく。対改装後、連装砲塔は撤去され、単装砲6門に整理された。空母は砲を捨て、航空機だけで戦う艦になっていった。遠方上空から撮影された赤城。飛行甲板に13式艦上攻撃機がびっしりと並んでいる。翼の日の丸と基板がはっきり読み取れる。AI で色をつけてみる。1935年頃の撮影だ。三段甲板時代の末期にあたる。13式艦砲は
副用の攻撃機で赤城の初期の主力機だった。布張りの翼に固定脚。最高速度は200キロにも満たない。だがこの時代、空母の艦載機は皆この程度の性能だった。赤城は竣工時機、艦船16機、艦砲28機、艦艇16機の計60機を搭載できた。この写真に並ぶ13式艦砲の翼には日の丸と基板がはっきり読み取れる。整然と並ぶ姿からは搭乗員と整備員の練度の高さが伝わってくる。しかしこの頃、世界の航空技術は急速に進歩していた。複葉機から単葉機へ、布張りから全金属製へ、速度は10倍になり、搭載量も格段に増えていった。アメリカやイギリスでは引き込み足の全金属単葉機が続々と登場していた。赤城の三段甲板はこうした新型機に対応しきれなくなっていた。下段甲板は55メートルしかなく、新型機の発艦には短すぎた。各農庫の出し入れにも手間がかかり、実戦での即応性に難があった。もはや三段甲板のままでは近代的な航空作戦を遂行することは不可能だった。この撮影の直後、赤城は大改装のためにドック入りすることになる。三段甲板の赤城としては最後の勇姿だったかもしれない。大改装後の赤城を右舷上空から捉えた写真。三段甲板の面影はどこにもない。全通式の飛行甲板が艦首から艦尾まで一直線に伸びている。カラーで見てみよう。昭和10年から13年にかけて赤城は佐世保工廠で同改装を受けた。三段飛行甲板は完全に撤去され、全長249メートルの全通甲板に生まれ変わった。各ヌーコは上下2段に整理され、昇降機は3機に増設。搭載機数は乗用66機、歩用25機、合計91機を収容できた。右舷中央に見える巨大な曲面煙突が赤城の特徴だ。19機のボイラーから出る排煙を海面近くに導いて飛行甲板への影響を抑える設計だった。一方、加賀の誘導式煙突は実用性不良と評され、同改装時に赤城と同じ下方湾曲式に改められている。そしてもう一つ、赤城には世界でも珍しい特徴があった。環境が左舷についていたのだ。右舷に煙突があるため、バランスをとって左舷に配置したのだが、着艦時にプロペラの回転で機体が左に流れる癖と相まって搭乗員には不評だった。ぶつかりそうで怖いと。左舷側に環境を設けた日本空母は赤城と飛龍のみ。以後の空母はすべて右舷環境に統一された。出力は13万3000馬力、速力 31.2 ノット。巡洋戦艦時代の機関をそのまま活用したため、空母としては破格の高速だった。乗員1630名、基準排水量36,500トン。名実ともに日本海軍最大の空母がここに完成した。高知県宿毛湾に停泊する赤城。大改装後の前景を左舷側から捉えた貴重な一枚だ。飛行甲板の前後が緩やかに傾斜しているのがよくわかる。AI で当時の風景を再現してみる。宿毛湾は高知県の南西部に位置する天然の良港だ。日本海軍はこの湾を艦隊の訓練や集結に繰り返し使った。背景の山並みが全長260メートルの赤城のスケールを際立たせている。飛行甲板の前後に緩やかな傾斜車があるのがよくわかる。この傾斜は大改装前の三段甲板時代から引き継がれたものだ。艦首側は前方に向かってやや下がり、艦尾側も同様に傾斜する。発艦時は仮坂を利用して加速を助け、着艦時も緩やかに減速できるとされた。ただし、実際には搭乗員からは甲板が傾いていて着艦しづらいとの声もあった。左舷中央にはあの小さな艦橋が見える。右舷には巨大な曲面煙突。巡洋戦艦の船体に空母の装備を乗せたどこか武骨な佇まいだ。原則の開口部は各農庫の換気口で、ここから艦載機のガソリンの匂いが漂っていたという。だが、この無骨さこそが赤城の魅力でもあった。後の昇格型のような洗練されたシルエットとは違う。力強く重厚な艦容。太平洋の覇王と呼ぶにふさわしい姿だった。1941年の夏に撮影された赤城。この写真に AI で色を与えてみる。開戦前の訓練の日々だ。この頃の赤城には、0式艦上船、当機21機、99式艦上、爆撃機、18機、97式艦上、攻撃機、27機が搭載されていた。合計66機。ゼロ戦は、この時点で世界最高の艦上戦闘機だった。
軽量な機体と 20mm 機銃2門の火力を合わせ持ち、航続距離は他国の戦闘機の2倍以上あった。気球艦爆は急降下爆撃の精度に優れ、97艦砲は大撃と水平爆撃の両方をこなせた。この3機種の組み合わせが南雲機動部隊の攻撃力の源だった。東条院たちの練度も極めて高かった。中者を問わない猛訓練の末に鍛え上げられた彼らは世界最高水準の技量を持っていた。だがこの熟練と東条院たちこそが二度と取り戻せない最大の財産だった。機体は作れる。だが東条院を育てるには何年もかかる。ミッドウェーで赤城と共に失われるのは鉄と木だけではなかった。赤城の飛行甲板から後方を振り返った写真。曇天の北太平洋に機動部隊の空母軍が続いている。加賀、昇格、随格、総流、飛流、6隻の空母が一列になって進む。 AI で色を入れてみる。昭和16年11月22日、択捉島のヒトカップ湾に機動部隊が集結した。11月26日、31隻の大艦隊がヒトカップ湾を出撃。冬の北太平洋を東へ向かった。東転が続いた。波高は4メートルを超え、補給艦からの洋上給油は困難を極めた。だが東転はむしろ好都合だった。アメリカの哨戒機に発見される可能性が低くなるからだ。徹底した無線封鎖のもと、機動部隊は誰にも気づかれずにハワイへ接近していった。12月2日、大本営から暗号電文が届いた。2位、高山登れ、翼戦208。日本時間12月8日午前0時をもって戦闘行動を開始せよ。赤城のマストに Z 機が掲げられた。広告の荒廃、この一戦にあり、各員一層踏んで努力せよ。36年前、東郷元帥が日本海海戦で掲げたのと同じ旗だった。甲板では搭乗員たちがゼロ戦の点検を続けていた。左端に映る人物の防寒着が北太平洋の寒さを物語っている。この先に世界を変える一日が待っていた。赤城の飛行甲板、上に並ぶゼロ戦。整備員たちが慌ただしく準備を進めている。真珠湾攻撃直前、ヒトカップ湾で撮影された写真だ。80年前のこの瞬間を AI でカラーにしてみる。12月8日未明、ハワイの北方200海里、関東の中、赤城の飛行甲板に攻撃隊が整列した。攻撃隊の総指揮官は淵田光雄中佐。赤城の飛行隊長であり、源田実参謀に請われてこの隊任に就いた男だった。淵田は97式艦砲に乗り込み、水平爆撃隊50機を直接指揮した。村田重治少佐率いる雷撃隊40機、高橋角一少佐率いる急降下爆撃隊51機、板谷茂少佐率いる制空隊のゼロ戦43機、第一波攻撃隊合計183機が赤城をはじめとする6隻の空母から飛び立った。午前7時49分、淵田の機が真珠湾上空に到達した。眼下には戦艦が整然と並んでいた。奇襲は成功した。トラ全軍突撃せよの符号が赤城に届いた。戦艦4隻沈没、4隻大破。航空機は地上で壊滅した。アメリカはこの攻撃を忘れることはなかった。淵田や村田など真珠湾攻撃に参加した人物については、当チャンネルの真珠湾攻撃カラー化の動画で詳しく取り上げている。概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらも見てほしい。真珠湾攻撃を終えた攻撃隊が帰還した赤城の飛行甲板。艦橋のマストには軍艦機と Z 機が翻っている。甲板には97式艦砲が駐機し、搭乗員たちが集まっている。この歴史的な一枚を AI でカラーにしてみる。攻撃隊は2波にわたって真珠湾を襲った。第1波183機、第2波171機、合計354機。日本側の損害は航空機29機と特殊戦艦艇5隻。アメリカ側は戦艦8隻中4隻が沈没し、残りも大破。航空機は188機が破壊された。赤城に着艦した淵田は発進指令所で戦果報告をまとめた。搭乗員たちは興奮に包まれていた。赤城の感情は歓声に沸き、搭乗員同士が抱き合って喜んだ。だが淵田は第3次攻撃を進言した。石油タンクや修理施設をやらなければハワイの軍事機能は残る。450万バレルの石油備蓄を焼けば米艦隊は半年間行動不能になると
淵田は考えた。しかし、南雲は攻撃を打ち切った。蘇我参謀長も、所在不明の米空母部隊からの反撃を警戒し、一撃離脱を愚衝した。結果として、真珠湾の石油タンクと修理施設は無傷で残った。アメリカはこの施設を使って沈んだ戦艦を引き上げ、修理し、再び戦線に投入する。この判断が正しかったのかどうか、今も議論は尽きない。だが少なくとも、赤城は無傷で真珠湾を離れた。日本側の損害は、搭乗員55名と航空機29機、6隻の空母と搭乗員たちは、凱旋の航海に着いた。赤城の飛行甲板から左舷環境方向を撮影した写真。環境には防弾用の土のうがびっしりと巻かれている。後方の水平線上に双竜と飛竜、混合型戦艦が見える。AI で南洋の色を再現してみよう。真珠湾の後、南雲機動部隊は破竹の勢いで戦場を駆け巡った。昭和17年1月にはラバウルを空襲。2月にはオーストラリアのポートダーウィンを188機で叩いた。これはオーストラリア本土への初の空襲だった。3月にはジャワ沖で英州巡エクセターと駆逐艦2隻を撃沈。そして4月、機動部隊はインド洋に突入した。セイロン島コロンボを空襲し、従順、ドーセットシャーとコーンウォールを撃沈。トリンコマリーを空襲し、英空母、ハーミーズと駆逐艦ヴァンパイアを撃沈。わずか5日間で5隻の軍艦を沈めた。イギリス東洋艦隊の司令長官、サマビルは日本の機動部隊をダンケルク以来最大の脅威と報告した。真珠湾からインド洋まで赤城を旗艦とする機動部隊は文字通り無敵だった。だが、この半年間の快進撃がある種の慢心を生んでいたのかもしれない。次の戦場はミッドウェーだった。1942年4月5日、インド洋赤城から発進する99式艦上爆撃機。尾翼には AI207 の基板が読み取れる。AI は赤城の所属を示す符号だ。この瞬間を AI でカラーにしてみる。コロンボ空襲に向かう攻撃隊の一機だ。99式艦上爆撃機は愛知航空機が開発した固定キャツの単発急降多爆撃機。250キロ爆弾1発を抱え、70度の急角度で降下して敵艦の甲板を突き破る。搭乗員は操縦士と航跡の偵察員兼ジューチェの2名だった。この日、赤城の艦爆隊はコロンボ港の艦船と施設を攻撃した。同じ日、索敵機が洋上で英従順2隻を発見。赤城と双竜から緊急発進した艦爆隊53機が殺到し、ドーセットシャーとコーンウォールを約20分で沈めた。2隻の従順洋艦は回避行動も虚しく、次々に爆弾を浴びて沈んでいった。攻撃隊全体の命中率は 88% に達したと記録されている。この数字は訓練でもなかなか出せない驚異的な精度だ。インド洋作戦における南雲機動部隊の航空攻撃はまさに連度の頂点にあった。4日後にはトリンコマリーを空襲。英空母ハーミーズもまた艦爆隊の攻撃を受けて沈没した。護衛艦もなく単独で逃げるハーミーズに80発以上の爆弾が殺到したという。この写真に写るとウージョーインは2ヶ月後のミッドウェーにもいたはずだ。インド洋で無敵を誇った技量がミッドウェーの甲板で燃え尽きることになる。昭和17年6月、日本海軍はミッドウェー攻略作戦を発動した。中部太平洋のミッドウェー島を攻撃し、真珠湾で撃ち漏らした米空母部隊をおびき出して殲滅する。それが MI 作戦だった。連合艦隊司令長官の山本五十六はこの作戦に日本海軍の総力を投入した。戦艦大和を含む主力部隊、南雲機動部隊、攻略部隊、北方部隊、参加艦艇は200隻を超えた。だが、作戦は複雑に分散しており、各部隊の連携に不安があった。南雲機動部隊にはさらに深刻な問題があった。昇格は珊瑚海海戦で損傷し、随格は搭乗員の補充が間に合わなかった。真珠湾を6隻で戦った機動部隊は4隻に減っていた。赤城、加賀、双竜、飛竜。それでも圧倒的な戦力だと誰もが信じていた。何しろ半年間負けなしだ。慢心があったかもしれない。5月27日、4隻の空母を中核とする機動部隊は芸を出撃した。日本海海戦の記念日に合わせた縁起の良い出撃日だった。赤城の艦橋には
南雲がいた。蘇我参謀長が傍らに立ち、源田が作戦を取り仕切った。だが、源田は虫垂炎を患い、体調は万全ではなかった。この時、決定的な情報の差が生まれていた。アメリカは日本海軍の暗号 JN25 を解読しており、ミッドウェーが攻撃目標であることを正確に把握していた。攻撃予定日も接近方向も、太平洋艦隊のニミッツ提督は3隻の空母を待ち伏せの位置に配置した。エンタープライズ、ホーネット、そしてサンゴ海海戦で大破し、修理に3ヶ月かかるとされたヨークタウンが、わずか3日間の特艦修理で戦列に復帰していた。南雲機動部隊は罠の中に向かって進んでいた。ミッドウェー海戦。米軍機から撮影された赤城。急旋回で演技の功績を描いている。左に随伴の駆逐艦。この写真が撮られた時、赤城はまだ無傷だった。6月5日午前4時半、赤城からミッドウェー攻撃隊が発進した。だが、攻撃隊がミッドウェーを爆撃している間に、基地航空隊と米空母の艦載機が南雲機動部隊に殺到し始めた。午前7時、ミッドウェー攻撃隊の飛行隊長から連絡が入る。第二次攻撃の要ありと。南雲はミッドウェー再攻撃のため、艦港の兵装を魚雷から爆弾に転換するよう命じた。だがその直後、索敵機から敵空母発見の報告が届く。南雲は再び兵装転換を命じた。爆弾を下ろして魚雷を積み直せと。核ヌーコは大困難に陥った。下ろした爆弾が甲板に転がり、魚雷の搭載作業が始まる。燃料を満載した攻撃機が弾薬とともに甲板にひしめいていた。午前10時25分。その瞬間は突然やってきた。米空母エンタープライズから発進した SBD ドーントレス急降下爆撃機が雲の切れ間から一気に降下してきた。赤城に2発の爆弾が命中。1発は中部昇降機付近を貫き、各ヌーコ内で爆発した。甲板上に並んでいた攻撃機の燃料と弾薬が次々に誘爆した。同じ時刻、加賀には4発、蒼龍には3発が命中。わずか5分間で3隻の空母が同時に炎に包まれた。赤城は炎に包まれた。各ヌーコ内の航空燃料と魚雷が次々に誘爆し、火災は手がつけられなくなった。爆弾は舵取り機室付近にも損傷を与え、送還不能に陥った。淵田は赤城にいた。虫垂炎の手術直後で飛行任務に就けず、艦橋で戦況を見守っていた。爆弾が命中した瞬間、爆風で吹き飛ばされ、両足を骨折した。担架に乗せられて赤城を離れた淵田の目に映ったのは、炎に包まれた赤城の姿だった。南雲は赤城からの対艦を拒んでいた。機関と共に沈む覚悟だったのかもしれない。だが、蘇我参謀長が強く説得し、南雲はようやく軽順ながらに自浄した。機関を失い、通信手段も失った南雲の姿は痛々しかった。赤城の艦長、青木泰次郎大佐は艦に残った。消火作業を指揮し続けたが、風は衰えなかった。加賀は艦橋を直撃され、岡田自作艦長をはじめ多くの士官が即死した。鎮火不能と判断され、総員隊艦の後に大爆発を起こして沈没。蒼龍もまた同様に炎上し沈没した。残された飛龍だけが山口多門少将の指揮のもと反撃に出た。ヨークタウンに爆弾と魚雷を命中させたが、飛龍もまた急降下爆撃を受けて炎上し、翌日沈没する。赤城は炎に包まれながらも沈没だけは免れていた。天城型巡洋戦艦のために作られた頑丈な船体が赤城を海上に止めていた。だが火災は収まらず、もはや復旧の見込みはなかった。6月5日夜、赤城の乗組員に総員隊艦が命じられた。青木艦長は最後まで艦に残ろうとしたが、周囲に説得され、やむなく退艦した。6月6日午前5時、山本五十六連合艦隊司令長官から処分命令が下された。大和の艦橋で山本はこの命令を出した時、何を思っていたのだろうか。かつて自分が艦長を務めた艦に死を命じたのだ。駆逐艦嵐、野脇、萩風、舞風の4隻が魚雷を発射した。赤城の船体を魚雷が貫き、巨大な水柱が上がった。空母赤城はミッドウェーの海底に沈んだ。真珠湾の大勝利からわずか半年、太平洋の覇王として君臨した赤城はその姿を消した。この海戦で日本海軍は主力空母4隻を一度に失った。赤城、加賀、蒼龍、飛龍、そして何より
取り返しのつかなかったのは熟練の搭乗員たちだった。インド洋で 80% の命中率を誇った彼らは二度と戻らなかった。ミッドウェーの海底に眠る赤城の残骸だ。深海探査木のライトに照らされた構造物に海洋生物が付着している。水深5490メートルの暗闇の中、赤城は今もここにいる。2019年10月、ポール・アレン氏の調査船ペトレル号がミッドウェー北西の海底で赤城の船体を発見した。逆さまの状態で眠っていた。沈む時に裏返ったのだ。加賀は2019年に、蒼龍は2023年に発見されている。飛龍はまだ見つかっていない。4隻の空母は80年以上の時を経て少しずつ姿を現している。赤城の名は群馬県の赤城山に由来する。巡洋戦艦の命名基準に従って山の名が付けられ、空母に改装された後もその名はそのまま引き継がれた。航空母艦に随称動物の名を付ける基準が正式に定められたのは昭和8年で、赤城はそれより前に命名されていたため、山の名のまま空母になった。巡洋戦艦として寄港され、条約で空母に変えられ、三段甲板という世界にも類を見ない奇妙な姿で就役した。20cm 砲を10門搭載し、巡洋戦艦と空母の両方の顔を持っていた。やがて全通甲板の近代空母に生まれ変わり、第一航空艦隊の旗艦として真珠湾からインド洋まで無敵の快進撃を続けた。そしてミッドウェーの海に沈んだ。空母赤城の15年間の生涯は日本海軍の航空戦力の誕生から崩壊までとそのまま重なっている。赤城が栄えた時、日本海軍は栄えた。赤城が沈んだ時、日本海軍の運命もまた沈んだ。ミッドウェーの後、日本海軍は昇格と随格を機動部隊の中核に据えた。だが、真珠湾を戦った熟練と右上員の多くはもういなかった。赤城と共に失われたのは鉄と木だけではなかった。何年もかけて育てた搭乗員という二度と取り戻せない財産だった。あなたは赤城のどのエピソードに一番心を動かされただろうか。ぜひコメントで教えてほしい。